はい、どうも皆さん、こんにちは。コロソ公式アンバサダーのヒデチャンネルです。今回はコロソの講座の中から、秋田ひか先生の講座を受講させていただきましたので、ご紹介したいと思います。そもそもコロソって何って方も多いと思いますので、簡単に説明させていただきますと、コロソは業界トップクラスの専門家のノウハウをオンラインで学ぶことを目標に作られたビデオオンデマンド型のオンライン教育サービスなんですよね。好きな講座を購入したらパソコンやスマホなど動画を再生できる端末さえあればいつでもどこでも授業を受けることができちゃうんです。そんなコロソの講座の中から今回は非常に人気の高いイラストレーターの秋田ひか先生の講座を受講させていただきましたので、実際に講座を受講してみて特に良かったポイントを厳選してご紹介していきたいと思います。この動画を見ていただければ、秋田ひか先生ならではの基本的な人物ドローイングの考え方から、イラストの視線を効果的に誘導する方法や、キャラクターの魅力を引き出す質感表現、ライティングのとっておきのテクニックまで、魅力的なキャラクターのイラストを描くために必要なテクニックが全て学べるこの講座がどのようなものなのかが分かっていただけると思います。絵の描き方のノウハウを効率的に学びたい方、コロソの講座に興味がある方は、ぜひ最後までご覧ください。それではやっていきましょう。ということで、まずは今回受講した講座の講師の先生からご紹介していきたいと思います。この講座の講師、秋田ひか先生は二次創作を中心に活動し、肌や衣装の質感、ポージングの表現に定評がある、ツイッターのフォロワー数34万人を超える有名なイラストレーターの先生なんですよね。イラストを見ていただけるとわかると思いますが、秋田先生の絵は肌の質感表現や衣服の質感、特に濡れた感じの服や水の表現が非常に魅力的なんですよね。自分でもこういった塗りができるようになりたいと思っている人も多いのではないでしょうか。今回の講座のカリキュラムは6つのセクション、22本もの動画がセットになっています。秋田先生が直接講師となって基本的な人物ドローイングの考え方からイラストの視線を効果的に誘導する方法やキャラクターの魅力を引き出す質感表現、ライティングのとっておきのテクニックまで魅力的なキャラクターのイラストを描くために必要なノウハウと実際の作業工程まで全て学ぶことができるようになっています。ということで今回はこの講座の6つのセクションの中から僕が受講してみて特に面白いと思った部分を厳選してご紹介していきたいと思います。この講座の良かったポイント1つ目は視線誘導を意識した魅力的なポージングや構図が学べるということです。イラストの構図を考える際に大切なのは、まずは強調したい場所に必ず視線が行くようにするということだと思いますが、見せたい部分に視線を集めるにはどうしたらいいのか悩みますよね。今回の講座、チャプター4、書きたいものを明確に決めるでは、見せたい部分にどのように視線を誘導するのか、そのテクニックについて詳しく解説されています。イラストはパッと見た時に基本的に最初に顔に目が行くそうなんですが、秋田先生はそれを前提にどうやって見せたい部分に視線を誘導するのかを考えるのが大切だとおっしゃっているんですよね。視線の流れの基本は右から左流れと左から右流れの2種類があって、縦読みの文章は右から左に視線が動くので、ラノベの表紙などは右から左流れの視線誘導で書くのが良くて、イラスト集などは文章は横文字で書かれることが多いので、左から右流れの視線誘導の構図を使うそうです。今回例題として使用するこの絵の場合、顔、胸周り、腰周り、太もも、手すりの順番で右から左流れの視線を意識して描いていて、これを意識することで絵のテーマや強調したいところを見てもらいやすいように視線誘導できるそうなんですよね。他にも奥行きある構図にする方法や構図にメリハリをつける方法、視線誘導を活用したラフの実演を通して実際にどのように描けば強調したい部分に視線が行くようにすることができるのか具体的なアイデアを交えて教えてくださっていますので、ここでお話しされている構図の考え方は非常に勉強になりました。キャラクターを描くのは好きだけど魅力的に見せる方法がわからない人や絵を描く時の構図の取り方がいつも単調になってしまうなんて人には非常に参考になる内容になっていると思います。また、チャプター9、キャラクターの体型に合わせた魅力的な絵にするには、では、体型に合わせた肉感表現を肉付きが重要になってくる部分別に解説してくれていて、胸やお腹、お尻や太ももなど、どのように肉感を表現すればキャラクターの魅力を引き出すことができるのか、丁寧に解説してくれています。
キャラクターのデザインをするときに皆さんどんなスタイルにするかについて考えると思いますが、実は肉感表現も各キャラクターのスタイルに合わせて考える必要があるんですよね。さらに押しつぶされた時や座った時などよくあるシチュエーションを考慮した表現方法も解説してくれているので非常に実用的だなと感じました。また、衣類による肉感表現ではキャラクターのどこを強調したいのかと肉感表現をセットで考えるようお話しされていて、各部位ごとに肉感が強調される衣装とその表現方法を実演しながら解説してくれています。こちらもキャラクターの魅力を引き出す上で非常に重要なポイントで、秋田先生の講座ならではのとても勉強になる部分だと思いました。二次創作などでキャラクターの肉付きをよりリアルに表現したい人にはおすすめの内容となっているんじゃないでしょうか。この講座の良かったポイント2つ目は、魅力が際立つライティングが学べるということです。この講座のチャプター12、ライティングでできることでは、ライティングによる表現方法について、どのように光が当たると、どういったシーンで使えるのかについて詳しく解説してくれています。そんな中で特に面白いと思ったのが、上からの光の使い方ですね。上からの光の場合、こんな感じで頭にライトが当たるので、顔が影になってしまっていますよね。でも、その代わりに胸の部分にスポットライトが当たっているのがわかると思います。このような上からのライティングにすると、顔は影になって、その代わりに胸に光が当たりますので、視線が行きやすい顔に負けないくらい胸を強調することができるそうです。これがライティングを用いた表現方法の面白いところで、秋田先生はこのライティングをよく使っているそうです。イラストの構想を練るときに各シーンに合わせてライティングの角度を考えることがとても大事なんだなと非常に勉強になりました。また、影がない状態と比べてみると、単純な影を乗せるだけで絵に立体感が出ますよね。ライティングでキャラクターの立体感を表現するのは塗りの基本でクオリティアップに大きくつながる点ですので、必ず立体的になるようなライティングを意識して影を決めることが大事だと強調しておっしゃっていたのも印象的でした。そしてチャプター13、ライティングの手順では実際にこちらのイラスト制作を通じて先ほどチャプター12で学んだことを実演して見せてくれています。ここでご紹介しているライティングの作業は実際の塗り作業とは別の作業となるのですが、ライティングをしっかり決めておかずにはっきりしない状態でいきなり色塗りを始めてしまうと光源がちゃんと考慮されていない影を作り出してしまうことが多いそうです。ですので二度手間ではあるのですが、先に光と影の部分をちゃんと作っておくことで後々失敗しないで済むそうなんですよね。こちらの画像を JPEG で保存して実際の塗りの作業の時に資料として横に置いておくことでライティングが崩れないように塗っていくことができるそうです。ここでは詳しいことは言えませんが、どの部分にどう光が当たるのかや反射光をどのように考慮するかなど、すべての工程を解説しながら進めてくださっているので、見ているだけでライティングを意識した影付けについてとても勉強になると思います。また、チャプター14、反射光の説明と実践では、塗り作業で非常に重要な反射光の基本的な説明と、反射光は色や角度によってどのように変化するかについてもとても詳しく解説してくれています。鏡面反射と乱反射による表現の違いや、反射光の基本から背景にキャラクターを馴染ませる方法など、反射光を使用した実演を通じて、反射光の色の作り方や場所によって反射光をどのように書き分けるかなど、すぐに使えるテクニックをより実践的に学べるようになっています。このあたりの説明はイラストレーターを目指す人にとっては色塗りをする上で非常に重要な内容になってくると思いますので、色塗りが単調になってしまっている人やワンランク上の実践的な光の表現をしてみたい人にはぜひ見てもらいたい内容だなと思いました。この講座の良かったポイント3つ目は、絵の魅力を引き出すためのリアルな質感表現が学べるということです。チャプター15からは、実演しながら塗りの方向性の決め方や人体の質感表現、衣装の質感表現など、秋田先生ならではの色塗りのテクニックを学ぶことができるようになっているんですよね。チャプター17、衣装の質感表現では、衣装による書き分けのコツやポイントを3種類の衣装を使って実演メインで教えてくださっています。
衣装によるそれぞれの特性や反射光がどのように影響するかを丁寧に解説してくれていて、それぞれの衣装が影の入れ方や光の入れ方、反射光の入れ方で全く違う質感に仕上がっていくのは見ていて非常に面白かったです。服の塗り方に関してはワンパターンになってしまっている人も多いかと思いますので、そういう部分で伸び悩んでいる人にはぜひ見てもらいたいと思いました。そして、チャプター18からはコロソではおなじみ、1枚のイラストを仕上げる工程を通じて、秋田先生ならではの色塗りのテクニックをより実践的に学ぶことができます。塗りのラフから塗り込み、仕上げの工程まで、1枚の絵を仕上げる工程をノーカットで全て見ることができますし、全ての工程を解説しながら書き進めてくださっていて、具体的な解説内容についてはここではお話できませんが、どんな時にどんなことに注意しているかなど、秋田先生が絵を描く時に何を考えているのかがとてもよくわかる内容となっています。人物の表現だけじゃなく、光の入れ方や水の表現、水面の揺らぎ反射など、イラストをグレードアップさせるのに必要な細かい部分のテクニックまで、本当に色々なことが学べると思います。また、イラスト制作のすべての工程が見られるもう一つのメリットとして、もし自分がイラストを描いていてわからない作業工程があったとしても、先生がやっているところを見て同じように真似するだけで問題が解決できちゃうんですよね。イラストの悩みって抱えている問題が人によって全く違うので、すべての工程を解説しながら見せてくれているのは誰にとっても助かりますよね。コロソ以外の講座の中には作業工程を細切れにしていて自分が知りたい工程の部分がカットされてしまっていたなんてこともあるかもしれませんが、コロソの講座ならそういった心配がなく安心して受講できるのではないでしょうか。このようにコロソの講座は非常に役に立つものが多いので興味を持たれた方もいらっしゃると思いますが、とはいえ購入するのに心配な部分もありますよね。例えば動画の視聴期限なんかは気になるところだと思います。他の有料の講座の中には視聴できる期間が決まっているものもあって、そういうサイトだと講座を購入したはいいけど忙しくなってしまってなかなか講座を視聴できないまま視聴期限が過ぎてしまって、ただただ無駄なお金を払うだけになってしまったなんていう心配もありますが、コロソの講座は一度購入したものは無期限に、しかも何度でも視聴できます。これなら購入したけどなかなか時間が取れない人や後でまとまった時間を確保して一気に見たい人でも安心ですよね。あとは講座のボリュームも気になるところだと思いますが、コロソさんの講座は1講座につきだいたい20から30本ぐらいの動画で構成されていて、時間にすると約20時間くらいのボリュームになります。今話題のプロの方がこれだけの時間を割いてしっかりと教えてくださっているので、内容に関してはとてもいいものだと思います。価格は各講座ともだいたい2万円前後となっています。20時間分のプロのノウハウが直々に学べると思えば、僕はむしろお買い得かなと思いました。ということで今回は秋田ひか先生の講座を受講してみた感想をお送りさせていただきました。この動画を見てコロソに興味を持ってくれた方は概要欄に今回の講座のリンクが貼ってありますのでぜひチェックしてみてください。またこのチャンネルの登録者様限定で使えるシークレットクーポンも配布しています。詳細は概要欄にありますので気になる方はお早めにどうぞ。